小大腿部太ももに関して語られること。イブン・アッバース、ジャルハド、そしてムハンマド・ブン・ジャハシュから、預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれについて、次のように伝えられています。大腿部はアウラ、隠すべき部分である。また、アナスは言いました。預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれは、ご自身の大腿部をあらわにされました。アナスの伝承はより確実、アスナドですが、両者の意見の相違から脱するために、ジャルハドの伝承を採用する方がより慎重、アフワトである。アブー・ムーサーは言いました。ウスマーンが入室したとき、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれはご自身の両膝を覆われました。ザイド・ブン・サービトは言いました。アッラーの使徒ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれに啓示が下ったとき、彼の太ももが私の太ももの上にありました。その重圧が私にとって非常に重く感じられ、私の太ももが砕けてしまうのではないかと恐れました。解説、説明、男性の太ももは、男性の陰部、アウラーの一部とみなされますか。この章は、大腿部を露出することの裁定、すなわち大腿部がアウラ、隠すべき部分であるかどうかを明らかにするために設けられました。著者、イマーム・ブハーリーは、この裁定を断定していません。なぜなら、この問題には意見の相違があるためです。彼は、大腿部に関して語られること、という章題をつけました。これは、ハディースの記述や学者たちの見解から語られることを意味します。学者たちの大多数、ジムフールは、大腿部がアウラであると考えています。彼らは、ジャルハドなどの伝承、大腿部はアウラであるを採用し、アナスの伝承、大腿部はアウラではないは採用しませんでした。アナスの伝承はイスナード、伝承経路がより正確であるにもかかわらずです。それゆえに、イマーム・ブハーリーは言いました。大腿部に関して語られることの章。イブン・アッバース、ジャルハド、ムハンマド・ブン・ジャハシュから預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれについて伝えられている。大腿部はアウラである。大腿部がアウラであるというハディースは、イブン・アッバース、ジャルハド、ムハンマド・ブン・ジャハシュといった若い教友の伝承によるものです。一方、アナスのハディース、預言者様は大腿部をあらわにされたはイスナードがより正確です。そのため、イマーム・ブハーリーは、アナスのハディースはアスなど、より確実である、と述べました。学者たちの大多数が、アナスのハディースがより正確であるにもかかわらず、ジャルハドラのハディースを採用し、大腿部がアウラであると判断したのには、いくつかの理由があります。理由、許容するハディースがより正確であるとしても、禁止するハディースは許容するハディースよりも数が多いため、それらが全体として互いを補強し合い、ハサン・リガイリヒ、他によって良とされるハディースの域に達するとみなされる。禁止するハディースは預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれの発言によるものであり、許容するハディースは預言者様の行為によるものである。スンナ派の学者たちの原則として、預言者様の発言は行為に優先する。発言が大腿部はアウラであるため、こちらが優先される。アナス・アッラーが彼を喜ばれますようにのハディースは、作業中や暑さのためにいざある。ゲギヌが偶然ずり上がって大腿部があらわになった可能性がある。あるいは預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれ、特有の許しであった可能性がある。禁止するハディースは、宗教とアウラにとってより安全、アフワトである。それゆえ、ブハーリーは、ジャルハドのハディースはアフワト、より慎重である、と述べている。アナス・アッラーが彼を喜ばれますようにのハディースにおける大腿部の露出は初期の段階でのことであり、後にそれが禁じられた可能性がある。裁定は後期の教えに基づいて下されるべきであり、その後の預言者様の行為と言葉は大腿部がアウラであることを示している。これらの5つの理由により、学者たちの大多数は大腿部がアウラであると判断しました。許容を主張する根拠に対する反論。ウスマーン、アッラーが彼を喜ばれますようにの物語。アブー・ムーサーは言った。ウスマーンが入室したとき、預言者様はご自身の両膝を覆われたについて、この物語であらわになっていたのは大腿部ではなく膝であり、膝については裁定が異なり、アウラではないとするのが正しい見解である。ザイド・ブン・サービとアッラーが彼を喜ばれますようにのハディース。彼の太ももが私の太ももの上にあり、それが私にとって重く感じられ、砕けてしまうのではないかと恐れたについて、この後に続くハディースでは、私はアッラーの預言者様の太ももの白さを見ていたと述べている。これに対しては、前述のように預言者様の行為によるものであり、彼に固有のものであった可能性、あるいは初期の行為であり後に禁止された可能性がある。
という反論が適用される。大腿部がアウラであるという見解を支持する者として、アリー・アッターが彼を喜ばれますようにのハディース、アリーよ、君の太ももを覆いなさい。なぜなら、それはアウラの一部だからだがあります。このハディースは、イブン・アッバース、ジャルハド、ムハンマド・ブン・ジャハシュ、アッターが彼らを喜ばれますようにのハディースに加わり、すべて大腿部がアウラであることを示しています。イマーム・ブハーリーが、ジャルハドのハディースはアフワト、より慎重である、と言ったのは、宗教とアウラを守る上でより慎重であるという意味です。そして、彼らの相違から脱するため、と言ったのは、ジャルハドのハディースを採用し、大腿部を覆うことで、学者たちの意見の相違から抜け出すことができるという意味です。ムスリムは自分の宗教を守るために慎重になるべきであり、学者たちの大多数が大腿部の露出は禁止であり、それがアウラの一部であると言っているため、大腿部を露出しないことが最も安全で慎重な道です。注意点、大腿部、太ももはアウラ、隠すべき部分ではないとする学者たちの例外規定。大腿部はアウラではないと主張する学者たちも、二つの状況については例外としています。第一、礼拝中の状態。礼拝中に大腿部をあらわにすることは許されません。なぜなら、その行為は、すべての礼拝の際に美しきものをまといなさい、という命令に反するからです。イブン・タイムイヤ氏、彼にアッターの慈悲あれは述べています。もし私たちが、二つの説のうちの一つ、すなわちアフマド・ブン・ハンバルの二つの伝承のうちの一つ、アウラとは正規であり、大腿部はアウラではないを採用したとしても、これは、普段の男性が大腿部を見ることを許容する場合についてである。これは礼拝やタワーフ、カーバ神殿の集会の時ではない。したがって、大腿部がアウラであるとみなされるかどうかにかかわらず、男性が大腿部をあらわにして礼拝すること、あるいは大腿部をあらわにしてカーバ神殿の周りをタワーフすることは許されない。マジュムー・アルファタワー第22巻116ページより引用終了。